はいどうも皆さん、こんばんは。WD23 スタジオでございます。さあ、皆さんやってまいりました。ファンタジースプリングスの最新情報解禁されましたね。今回の最新情報、公式からね、発表されたわけですけども、盛りだくさんでしたね。新たなコンセプトアートもですし、それ以外の情報かなりたくさん出てまいりました。今回新たな情報が公開されましたので、ね、最新情報に合わせて最新の考察、そして解説の方をやっていきましょう。コンセプトアートだったりとか、実際の写真、今現在のね、ファンタジースプリングスの様子などをですね、まとめて使っていって見ていきましょう。今回ご紹介していない内容はですね、別の動画でファンタジースプリングスの概要という形でお伝えしておりますので、概要欄のリンクの方からご覧ください。今回の動画で一部ファンタジースプリングスのネタバレも含みますのでご注意ください。それではまずはディズニー映画アナと雪の女王でおなじみのフローズンキングダムでございます。フローズンキングダムはアナと雪の女王の映画の終盤にエルサが氷の魔法を受け入れた後の世界が広がっているとされております。今現在お城に関してはこのような形になっておりまして、アレンデル城はエルサの氷の魔法がかかっていない状態になります。ただですね、ストーリーとしてはアナと雪の女王1の後となっておりまして、実際に映画ではアレンデル城はアナと雪の女王1以降はですね、エルサの氷の魔法がかかっております。なので、アナと雪の女王1の状態と、あとはアナと雪の女王1以降の状態、その2つが合わさっているエリアと言えます。このフローズンキングダムにはアナとエルサのフローズンジャーニーという水流ライドが1つ、アレンデールロイヤルバンケットというカウンターサービスのレストランが1つ、オーケンの OK フードカウンターサービスのレストランが1つ、合計3つの施設ができます。アナとエルサのフローズンジャーニーに関しては約6分半の水流ライドとなっております。そこそこの長さでありますけれども、ものすごく長いというわけでも、ものすごく短いというわけでもありません。ただ、結構広い大きさのアトラクションとなっております。面積としては、ファンタジースプリングスで一番広いアトラクションとなっておりまして、2階建ての延べ8910平方メートルとなっております。面積が約9000平方メートル近くあるアトラクションにはなるんですけども、それに対してのアトラクションのライド乗車時間は6分半と短くはなります。このアトラクションのストーリーは映画のストーリーをたどるアトラクションとなっておりまして、ボートに乗り真実の愛が凍った心を溶かす壮大で心温まる姉妹の物語を映画の名曲とともに一緒に楽しむことができるとされております。プレスリリースではアナと雪の女王という言葉が数多く使われておりまして、アナと雪の女王2であったりとか、それ以外の短編中編の名前自体は出されておりません。以前 WD23 スタジオズの動画では、アナと雪の女王2の内容も含まれるのではないかという考察をしておりましたが、アナと雪の女王1の内容の可能性が非常に高くはなってきました。ただ、エリアとしてはアナと雪の女王1以降のエリアとなっておりますので、もしかしたらこのアナとエルサのフローズンジャーニーに関しても、アナと雪の女王2の内容が含まれる可能性があります。エプコット、香港、パリにできているフローズンエバーアフターと比較しても深夜ドロップの回数は多くなりますし、面積も約倍近いアトラクションとなっております。なので既存のフローズンエバーアフターと比較すると全く違うアトラクションになることは間違いないでしょう。ただですね、アナと雪の女王1の内容になるのか、2の内容になるのか、またはそれ以外のね、短編とか中編の内容が含まれるかは、今現状としては何とも言えないんですけど、アナと雪の女王1の内容のみとなる可能性が高くはなってきました。また面積に対してのライド乗車時間は6分半と短めにはなっておりますので、ボートのドロップの回数が多かったりとか、あとはボートライドの速度自体がね、速くなってくる可能性も考えられますね。そして続いてアレンデールロイヤルバンケットというレストランはですね、カウンターサービスレストランとなりました。アレンデール城の中に入っていくレストランになるわけなんですけれども、以前私の動画ではこちらテーブルサービスのレストランになると予想しておりましたが、まさかのカウンターサービスレストランでしたね。映画のシーンを思い出させる場内の3つのダイニングエリアのほか、遠くにフィヨルドの崖や山が見える屋根付きの屋外ダイニングエリアで食事が楽しめるというレストランになるようですね。せっかくなのでキャラクターダイニングだったりとか、ゆっくりね、食事を楽しめるようなそういったレストランになることを期待しては
いましたが、やはり多くのゲストがね、訪れるファンタジースプリングスになりそうにはなるので、そういった意味では非常に回転率っていうものが重要になってきます。体験価値よりもゲストの回転重視としたところで、カウンターサービスタイプのレストランになったのではないかなと予想されます。合わせてですね、同じくカウンターサービスレストランとして、オーケンの OK フードというレストランが一つね、できました。まさかね、アレンデール城の中にできるとは思ってはいませんでしたが、オーケンの OK フードの表示がされているので、ここに映画でも登場したオーケンの経営する楽しいカウンターサービスレストラン、ワゴンみたいな感じにはなると思うんですけども、美味しい料理が食べれるということですね。続いて、ピーターパンのネバーランドでございます。ピーターパンのネバーランドでは、ピーターパン、ティンカーベル、ロストキッズとなっておりますが、ロストボーイズが住むネバーランドで我々ゲストは彼らと共に新たな冒険に旅立つことができるようですね。アトラクションが2つ、レストラン1つがあります。まずは超巨大モーションベースライドであります、ピーターパンのネバーランドアドベンチャーですね。こちらのネバーランドアドベンチャーでは仲間のロストキッズと一緒にピーターパンやティンカーベルと共にフック船長と海賊たちからジョンを救出するネバーランドを舞台にした壮大な冒険の旅をお楽しみいただけるようですね。ボートに乗り込んで 3D メガネをかけて楽しむアトラクションとなっております。なお、身長102センチ以上の方がご利用いただけますといったアトラクションになるようです。やはりですね、3D のアトラクション、3D メガネをかけるタイプのアトラクションとなったようです。いわゆるユニバーサル・スタジオ・ジャパンにあるようなスパイダーマンのアトラクションと似たような形になると思われます。実際に D23 エキスポが昨年行われたんですけど、そちらでライドの模型が展示されておりまして、そのライドの模型からですね、サイドの壁が非常に高くはなっておりまして、ある程度視界が正面に限定されます。よってですね、ゲストはこの正面を見ながら進んでいくわけなんですけれども、これがですね、ちょうどスパイダーマンのアトラクションに似たような形式となっております。なおかつ、3D メガネをかけるといった形式になりましたので、ほぼね、スパイダーマンのアトラクションと同じような形で進んでいくモーションベースライドとなることは間違いなさそうですね。ちなみにですが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにあるアメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライドに関しては、身長102センチ以上の制限、保護者の同伴が必要にはなるんですけども、そこに関しても同じなので、こちらのピーターパンのネバーランド・アドベンチャーに関しても同じようなアトラクションになると思われます。ライドの形からですね、おそらくボートに乗って進んでいくわけですけども、途中でティンカーベルのピクシーダストによって、空を飛ぶような演出がおそらくされるんではないかなと予想されますね。そういった意味ではネバーランドから冒険に出て、ネバーランドから飛び立ち、さらにはネバーランドに着地して、またネバーランドに出てくるといった非常に没入感の高い体験ができるのではないかなと思われますので、非常にこの辺は楽しみになりますね。そしてもう一つのアトラクションは小さなアトラクションになるんですけども、フェアリー・ティンカーベルのビジーバギーというアトラクションになります。こちらのアトラクションはピクシーホローでティンカーベルが始めた新しいデリバリーサービスを手伝います。春夏秋冬4つの季節に分かれた場所をそれぞれ訪れ、いろいろな荷物や小包を妖精たちに届けますとあります。4つの季節と言いますと、ティンカーベルの映画が春夏秋冬それぞれを表しております。実際にティンカーベルが体験してきた春、夏、秋、冬、それぞれ4つの季節をこちらのアトラクションでは体験できると思われます。さらにはですね、いろいろな荷物や小包を妖精たちに届けるとありますので、こちらのティンカーベルの映画で出てきた妖精たちがですね、ここにも出てくるんではないかなと思いますので、ティンカーベルファンは必見でございます。今現在アトラクションはですね、非常に細かいプロップスがたくさん置いてあります。花だったり建物だったり、プロップスがですね、人間サイズではなく妖精サイズに作られておりますので、実際にゲストは妖精になった感覚でこちらのピクシーホローを訪れることができると考えられます。私自身ティンカーベルの映画は非常に大好きですし、今現在見ててもかなり細かい作りになっておりますので、こちらのティンカーベルのビジーバギーもかなり私としてはね、最も期待値が高いアトラクションとなっております。約2分間という短いライドではあるんですけども、実際にライドの模型ではですね、もしかしたら回転するような機構にもなっておりますし、ハンドルにもついておりますので、まさにロジャーラビットのカートゥーンスピンのような形で自分たちでライドを回転させて動かしていろいろな方向を向くことができるようなファンタジースプリングス内では珍しいインタラクティブな体験ができるアトラクションとなります。
続いて、ネバーランドにあるレストランとしては、ルックアウトクックアウトというカウンターサービスレストランですね。今まで私がロストボーイズレストランと呼んでいたレストランになります。ロストキッズが作ったレストランでありまして、ロストキッズの隠れ家であるこのカウンターサービスレストランには、ナンパしてネバーランドに漂着した船の残骸や漂流物などが材料として使われているようです。これ、どういう意味なんですかね。確かにネバーランドのコンセプトアート見てみると、船の残骸だったりとか漂流物っぽいようなデザインになっております。実際にこの食べるものって何が食べれるんですかね。私自身ちょっとネバーランドで食べるものってあんまりポンと思いはつかないんですけども、ピクシーホローにあるピクシーダストかななんては思ってはいるんですが、まさかこのレストランでナンパした漂着した船の残骸だったりとか漂流物を食べるなんてことはないですよね。このプレスリリース上だとそういったね、記載にはなっておりますが、おそらく、レストランの外観とかデザインになるかなとは思われます。こちらもカウンターサービスレストランになっております。